連休住職三木大雲です。本日はですね、山形県山形市にございます大宝寺様から怪談説法をお送りしようというふうに思います。まずはですね、こちらのご住職であられます新谷上人からちょっとご挨拶いただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかこちらでですね、今日たまたま大祭があって、そうです。はいはい。最上位兄弟菩薩という、はい菩薩様が法華経守護の菩薩様がおられまして、その最上稲荷様のお祭りを、町を起こすというようなことも含めてですね、去年から始めさせていただいて、三木上人のお力をお借りして、いやもうやっぱ私の力はほとんどない。お祭りといえばやっぱ人の力と、人人の気が集まらないと、そうですね。菩薩様神様もお喜びいただけないということで、三木上人のお力をお借りして、もう賑やかにお祭りを行いたいということで、うちの最上位兄弟菩薩様最上稲荷のご祭礼を、三木上人の怪談説法と、同日に行わさせていただいていくということでご縁をいただきまして、この最上稲荷さんというと多分あまりご存じない方はですね、お稲荷さんがお寺の中にあるのって思われるかもしれませんけど、岡山の、最上稲荷さんというところがありますけれども、そこがですね、本部といいますかになってまして、この全国にある、最上稲荷さんの中でですね、実は神社ではなくって妙教寺さんという実は日蓮宗のお寺なんですね。で、改宗がありまして、今は日蓮宗のお寺になっている。ですから私たち日蓮宗のものは実はお稲荷さんと非常に深い関係が実は昔からあるんですよね。はい。東山で最上稲荷を誕生させていただいてから、今年で115年になります。で、どういった菩薩様なのか神様なのかというふうに申しますと、やはり、お稲荷様といえば五穀豊穣であったり、また商売繁盛であったり、もともとの大前提には世の中には天地人というものがございまして、天の神様、地の神様、そして地中の神、資源の神ということで、天地人が三体勘定として、天が大黒様、そして地がお稲荷様、そして、人、要するに地中、資源の神様が龍神様となっておりまして、で本家本元の岡山の最上稲荷はその三体勘定として、お稲荷様とそして八大竜王と、そして、三面大黒というものを勘定しておられます。でその中で、あるちょっと日蓮宗というかですね、修行に入りました時に、その修行場でですね、同じ修行を志す方がですね、何の打ち合わせもなく、東山の最上稲荷のご神体と同じ方が戒厳をした。でそれが私の隣に座っている方の同じ修行をしている方だった。ちょっと分かりやすく説明させていただきますと、修行に入られた時たまたま隣にいた修行の、お坊さんがですね、お持ちになっている、最上稲荷さんと同じ方が勘定っていうんですけども、魂入れをされたのが同じ人だったということですね。そうですね。いわゆる、最上様なので姉妹と言いますか、その同じ、姉妹のご神体が何の打ち合わせもなく、もう目の前に安置しておりますので、隣同士で、修行させていただいてご縁をいただきまして、もう一つ、その大黒様の修行に入らさせていただいた時に、お稲荷様の姉妹にお会いすることができて、で三体勘定ですから、そのもう一龍神様の神様ということになりますけれども、なんとその八大竜王の寺というような、もう過言ではないお寺さんからも同じ修行場に同じ年に入ってでその方がこっちの隣にお稲荷さんの同じ姉妹のお寺さんと、龍神さんのそのお寺さんと、で、私は大黒さん持って入って、お稲荷さんも持って入って、でそこでも
打ち合わせなしに、3体のそのご神体が素晴らしい、す揃ごい。ったというところで、こういったつながりとかご縁というものは、偶然ではない。はいはい、そうですね。でその修行が終えましてから、この一年発起して今こう世の中をいろんな米不足ですとか、災害ですとか、天災が起こっている中で自然災害が多いところで天地人という、やっぱ自然を大事にしなきゃいけない。でその自然に感謝しなければならない。そうですね。それはやっぱりご祭礼をしなければならないというふうな、西条様からの、ご指名をいただいたというふうに感じて、昨年から西条稲荷のご祭礼を始めさせていただいてですね。なんかこうお話聞いてるとやっぱり人知を超えたというか、私たちが計算してね、この日に一緒に修行に入りましょうなんてことはないわけで、偶然にしてしかも座る場所まで隣でっていうのは、明らかになんか神仏のお力があったんでしょうね、そこに。やっぱ三体勘定といってお稲荷様と大黒様と龍神様、その偶然にもその縁起のお寺さんがもうこう3人並んでこう修行することができたっていうのは、これはある意味こう、ご神仏よりそういうご啓示をいただいて、それに従って修行させていただいて、なるほど。その修行のご縁に花咲かすがために、これからその八代竜王さんの勘定と、また西条稲荷のご祭礼をさせていただく決心をなるほどですね。西条稲荷さんの大祭ですけれども、これはいつ行われるんですか？毎年10月の第4日曜日に、第4日曜日、行わさせていただいております。今日が実はその日なんですけれども、私が怪談説法にも来ます。で、なんかお店のようなものも出てましたね。そうですね。出店をさせていただいたり、なるほど。またこう山形ですので、ちょっと芋煮をお振る舞いさせてもらったり、玉こんにゃくとか。私も玉こんにゃく先ほどいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。で地元の名物のちょっとメンチカツとか、そういうのも出店させていただきながら、ちょっとしたお祭りというようなことで始めさせてもらいまして、これますます大きくなっていくといいですね。ありがたく思います。これまた大きくするには皆様がまた足を運んでいただくのが一番いいかと思いますので、お参りしたいなという方は10月の第4日曜日に来ていただくと、お稲荷さんの大祭があると。で、ただですね、その日はちょっとっていう方も普段もお参りには大丈夫ですよね、来ていただいても。いつでもお越しいただいてお参りすることをうちのですねお稲荷様が、珍しいというかですね、拝殿と宮殿が分かれておりまして、その拝殿はもう自由にいつでもお入りいただいてお参りすることできますので。そうですか。拝殿っていうのはいわゆる拝む場所ですね。西条稲荷さん拝みたいなっていう方は途中まで靴のままで行ける。ですね。ちょっと靴を脱いでもいただいて、で中に入っていただいてお参りするのは自由です。そうですか。じゃあぜひ本堂の方はどう？本堂もですね、実はこういろいろこう防犯上のこともあるんですけれども、山形でっていうふうに言いますと、大体自由参拝できる。そうですか、すごい。常に鍵は開いておりまして、ご自由にお参りできる状態になってます。ただ防犯はちゃんとしてますんで悪いことはしないでください。ということで、本日はですね、山形県山形市にございます大宝寺様から、お届けさせていただきました。お近くに寄られた方、また、ご近所の方はぜひですねご参拝いただけたらというふうに思います。じゃあこの後、私の怪談説法をここで始めさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、山形県の大宝寺様から本日は怪談説法を送らせていただきます。今回のお話はですね、とあるまず男性の話から始めたいと思うんですけれども、この男性の方がですね、ご夫婦で、子供さんを1人授かって、3人暮らしで、一軒家にお住まいだったそうなんです。この男性の方がですね、ある時子供さんを寝かそうと思っていつも寝室の2階に向かわれるんですけれども、2階へトントントンと上がっていきますと、
途中で突然ですね、子供さん、まだ3歳の男の子なんですけれども、突然泣き出したそうなんですね。で、どうしたのって言うと、上に行くの嫌だ嫌だ、非常に嫌がるそうなんです。そしてお父さんがですね、なんで嫌なのって聞きますと、カチカチさんが来る、カチカチさんが来る。なんかそんな風なことを言うそうなんですね。で、カチカチさんって誰って聞くんですけれども、もう泣きじゃくって全然話にならないそうなんです。一旦1階に連れて行ってですね、お母さんと共にちょっと落ち着かせて、で、どうしたのって言うと、2階に誰かいる。そう突然言い出したそうなんですね。さすがにこれご夫婦怖くなりましてですね、なんか、どんな人がいるの？いろいろ根掘り葉掘り聞くんですけれども、途中でお子さんはもう話すの嫌って言ってやめてしまうそうなんです。それでもお父さんはですね、気のせいだろうということで、2階にもう一度連れて行こうとするんですけれども、2階の階段の途中あたりで大きく泣き出してですね、2階の上を指さして、あそこに誰かいる、あそこに誰かいる。そんな風にして大声で泣くそうなんですね。これを見ていると、お父様は実はそういった霊的なこととかお化け、あるいは神様、仏様に至るまでそういう非科学的なものを信じないというふうな、男性でしたので、特に子供さんがそうやって怖がるのは気のせいだということで、強引にですね、子供さんを2階に上げて寝室に連れて行ったそうなんです。そして、パパと一緒に寝るから怖がらなくていいって言って布団の中に入るんですけれども、怖い怖い、カチカチさんが来る、非常に大きく泣くそうなんです。でも、なんとか寝かせつけようと、もう泣く息子さんの肩をトン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 しながらですね、もうお父さんがいるから大丈夫大丈夫って寝かせるそうなんです。それでもわーっと泣くんですけれども、やがてですね、泣き疲れてそのまま寝ちゃったそうなんですね。いやー、奇妙なことを言うなと思いながらも、お父さんはトントンと子供の肩を叩きながら寝かせつけてられたそうなんです。そうしますとですね、子供さんが指をさしたその方角、部屋の角のあたりからですね、突然、カチカチカチ、カチカチカチ、そんな音だけがするそうなんです。あれ、なんか音がするな、気のせいかなと思って静かにもう一度耳を澄ますとですね、どこかからカチカチカチ、カチカチカチという何か音がするそうなんです。おかしいなと思ったその瞬間、また子供さんが目を覚ましてですね、うわー怖い怖い、カチカチさんが来るってまた大きく泣くそうなんです。致し方がないのでお父さんはそのまま子供さんを1階に連れて行ってですね、もう1階で寝かせつけようとなったそうなんですけれども、しばらくして子供さんを1階で寝かせつけてると、何かどっかからですね、焦げ臭い匂いがしてきたそうなんです。あれ、なんか焦げ臭い匂いがするな。どうやらそれ2階から匂いがするそうで、2階の方にお父さんがトントントンと上がっていきますと、なんと子供部屋のカーテンが燃えてたそうなんです。慌ててですね、近くにあった水で消してですね、事なきを得られたそうなんですけれども、このカーテンというのが非常に火に強いカーテンで、あまり近くに火元があってもですね、燃えにくい素材でできてたそうなんです。ところが確実に燃えていた。そしてですね、その周りには火元となるようなものは一切なかったそうなんです。でもカーテンはもう焦げて燃えていた。間違いなく燃えていた。そしてそのカーテンをですね、次の日になってカーテン屋さんの方に問い合わせたそうなんですけれども、やはり、燃えにくい素材でできていることが、間違いないものですから、そんな燃え方はしないと言われたそうなんですけれども、事実そういった、現象が起こった。もしかすると子供さんが言ってた何かカチカチさんというものと関係があるのかなと、心配はなさったそうですけれども、そういったものを信じられない方ですから、もちろん科学、非科学的なものっていうのは、あまり見ない方がいいということで、お父様もそのまま気にせずにまた日常に戻られた。ところがですね、また子供さんがカチカチさんがいる、カチカチさんがいる、大声でまたわめくそうなんですね。あまりにまた今晩も泣くので、これでは、お父さんお母さんも寝る暇がないですから、致し方なく、お父様の方の実家の方に、行かれましてですね、実家に、子供さんを預けて、今日はちょっとこっちで寝かしていいかなというふうにして、子供さんと実家の方に行かれたそうなんです。その行った先でですね、また子供さんが夜になると、うわーっと泣き叫ぶ。カチカチさんがここにもいるっていうそうなんですね。そして、
おじいちゃんおばあちゃんが大丈夫大丈夫、カチカチさんなんかいないよ、どこにいるの、見えるの、なんとなくいろんな話をしますとですね、急にまたあそこにいる、あそこにいる、台所の方を指さしてカチカチさんがいる、カチカチさんがいるって言って泣くそうなんですね。で、あまりに心配になって、ちょっとここで寝かすのもしんどそうだし、やっぱり家に連れて帰ろうと言って家へ連れて帰るんですけれども、家に着いてどう、カチカチさんはいる、そういうふうに聞きますとですね、この子はおじいちゃんおばあちゃんのところに今日はいるみたい、今日はここに来ていないみたいというふうなことを言うそうなんですね。そしてその日は静かに寝てくれた。ところが深夜に電話が鳴りましてですね、電話に出ますと、ご実家のおじいさんおばあさんからのお電話で、実は実家で突然ですね、ガスのところから火が出てですね、火事になった。幸いなことにぼやで終わったそうなんですけれども、火事になってた。どうやらこれももしかするとその子供さんが言うカチカチさんじゃないか、ご両親はそうおっしゃったそうなんですけれども、この男性はですね、そんなこと単なる偶然に決まってる、そんなに、たまたま火でつながったものの、偶然に決まってるって言ってそれを否定されたそうなんです。それからしばらくしてですね、子供さんと休日に出かけようということで、車に乗ってちょっと近くのショッピングモールへ行こうとなったそうなんです。そして子供さんを車に乗せようとしたその時ですね、うわー、ここにもカチカチさんがいる。またそう言うそうなんです。で、いやいやもうカチカチさんなんかいないからもう気にせずに乗りなさいって言うんですけれども、もう絶対嫌だ。そういうので、その日はショッピングモールに行くのをやめて、家でお過ごしになったそうなんですが、これもまたですね、深夜になると突然車の中で発火物が何かあってですね、車が燃えたそうなんです。もちろん近くの方が、救急を呼んでくださって、火は、止められたんですけれども、ちょっと乗れるような状態じゃなくなったと。火元は何かって言いますと、中に乗っていた電池が発火したんではないかということだったそうなんですけれども、あまりにですね、この火事が続くわけですね。で、心配になったのはこのご主人の奥さんが、いや、もしかするとあれかもしれない。ちょっと思い当たる節があった。それは何かと言いますと、とある神社での出来事なんですけれども、とある神社に行かれましてですね、子供さんの健康を、お祈りする儀式があって、それに参加されたそうなんです。そこへ行ってご夫婦、子供さんとですね、健康祈願を受けられて帰られる時に、一応初穂料ということでお布施を渡されるんですけれども、お布施おいくらですかって聞くと、宮司さんが、一応うちではですね、1万円をお預かりしています。そう答えられると、ご主人がですね、これだけで1万円は高いですね。そんな風なことを宮司さんにおっしゃったそうなんです。で、そうですか、高いですか。じゃあ、お気持ちで十分、大丈夫ですから、1円でもいいですよ、1000円でもいいですよ。そんな風なことを言うと、いやいや、決まりですから一応1万円置いときます。みたいなことをおっしゃったそうなんですね。それを横で見ていた奥さんはやめなさい。お祈りなんでもう決まった、金額払いましょうって言われたそうなんですけど、じゃあ1万円払いますっていう、ちょっと嫌々と言いますか、払われたそうなんです。それを見ていた宮司さんがですね、確かに今は科学万能の世の中で非科学的なものを信じるのは非常に危険ではあります。危険ではあるんですけれども、既成教団ですね、神社や古くからあるお寺っていうのはですね、祈りの場で私はそういった力があると思ってこの宮司をしてるんですということで、宮司さんが一つこんなことを言われたんですね。あなたは神や仏を信じないとおっしゃいましたけれども、もしならこのお札を破ることはできますか。1枚のお札を出された。そしたらそれを、聞いたご主人がですね、破ればいいんですか。パッとお札をビリビリに破られたそうなんです。で、そうですか、じゃあ本当に信じられないんですね。いや、実はこの宮司さん、今まで神や仏の存在を信じない、そういった非科学的なものを信じない人でもですね、お札を渡して破りなさいと言うと、大体怖がってやめられる。だから人間の奥深くにはそういったものを感じる、何かがあるんではないかというふうに、テストをされたわけですね。ところがこの男性ビリビリに破られた。で、そうでしたか。じゃあ、今お預かりしたお布施ももう持って帰っていただいていいですよ。なんか無駄にと思われるんなら持って帰ってください。そう言いますと、この男性ですね、そうですか、助かりますと言って、お金を引き取って帰られたということがあったそうなんですね。もしかするとその時のお札に何か触りがあって、火事が続いてるんではないか、そう気になられて、
もう一度その神社さんに家族で行かれたそうなんです。そしてそこでですね、宮司さんにお会いして、宮司さん大変失礼ですけれども、この間来た時にですね、お札をビリビリに破りましたけれども、あのお札は何ですかということをこの宮司さんに聞きますと、宮司さんが、ああ、あれですか。実はあれはですね、火伏せのお札なんですが、お魂入れをしていません。ただ、火伏せというだけの神ですので、あれを破られることに関しては、おそらく何も起こらないと思います。何にしろ、まだ魂をお入れしてないので、そんな説明を受けられたそうなんですけれども、いや、実はカクカクしかじかでですね、子供がカチカチさんと言って怖がるという話を宮司さんにされますと、その宮司さんが、ああ、そんなことがあったんですか。確かにお渡ししたのは火伏せの、お札。まだ、お魂を入れる前だったんで、破られたことに関して実は宮司さんはあまり、心配なさらなくてもいいというふうにおっしゃったんですけれども、やはり文字の力といいますか、お札にはもうすでにですね、そういった力が宿っていたのかもしれません。ですから、宮司さんが改めてじゃあ謝罪の気持ちとともに、もう一度お祈りをさせていただきましょうということで、されたそうなんですね。そうしますと、それ以来この子供さんがカチカチさんというものを見なくなったそうなんです。というお話を実はこれ宮司さんから私お聞きしたんですね、とある神社の。この宮司さんが曰くこのカチカチさんの正体は何かと言いますと、おそらくですが、火を切る時の切り火ありますね。私のお寺でもよく切り火を使うんですけれども、あの切り火を神様がトントントンとしながら神の存在を信じなさいという警告で現れたんではないか。そして、カチ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 その時に音がしますね。そして火が起きますね。それによる、火事であったんではないかなというふうに宮司さん教えてくださったんですけれども、やはり私たち人間はですね、もちろん科学を、信じるってこと、これはもう当然至極のことですけれども、それと同時にですね、あまりスピリチュアルに寄りすぎるっていうのは私も非常に危険だというふうに思うんですけれども、古来からある神社さんとかお寺さん、私もそうですけれども、古くからある教伝を持ったり、指針を持った、宗教というものはやはり信じて敬うべきではないかなというふうに思います。今回はですね、山形県にございます大宝寺さんから、先ほどご住職様からも不思議なお話をいただきましたけれども、それにちなんで、こういった話をさせていただきました。また次回、怪談説法でお会いしたいと思います。ということで、ありがとうございました。